こんにちは。大工の翔平です。新築現場6軒目ですね。小さなお宅ですけども、土台据えからやっていきます。今回からまた新築現場やっていくんですけどね、6軒目になるんでしょうかね。30坪はないんですけどね、長期有料の小さな家やってきます。いやもう穴っていうのは高いところに開いてるに決まってんだよしな。じゃあ絶対出んやんこれ。乾くまで。あの人にいるから。まずは自分のお宅、この土台据えから始まるんですけどね、前の日が結構雨降りましてね、また明日が雨になってるんですよね。ですから基礎屋さんとね一緒に仕事することになりました。どっちが待っても雨が来るんでね、明くる日に一緒になんとかやろうかってことでやりだしたんですけど、結構この重機の音聞きながらね、ちょっと音がね嫌なんですけどね、お互いにね怪我しないように気をつけてやってきます。それめっちゃ安い鉛筆じゃなかったっけ？そうそう、これ以上世の中に安い鉛筆ないって言ってね。土台据えの場合はね、まずは積み出しですね。普通ですとね、余裕を持って前の日にね炭は出すんですけども、ちょっと日にちと天気がないんでね、何十年してきましたけどね、基礎屋さんとカチャタタっていうのはもう2軒か3軒ありますかね。前もっていい天気にもうゆっくり炭出すのがいつものパターンなんですけども、この頃普通ですとねトランシストでピッと、家の角じゃなくてもう真ん中辺でねトランシストで出るんですけど、ちょっと自分持ってないんでね、昔ながらの345ってよく言うんですけど、一辺を345合わせたら3と4の角度が必ず直角になるってことだよね。それをその上に直角出して、そして炭出しをしていきます。でこの糸の上のここやったらこれ伸びとるやろ。はい。はい。結局この動画はね、基礎周りの整地、そしてコンクリ打ち、そして土台据え3つまとめて見てもらうような形になるんですけども、このコンクリの中足突っ込んだらどうなるんかななんて思うんですけどね。ボヨンボヨンっすね。水抜きの穴は開けてくれてあるんですけどね、必ず木っていうほど低いところに開いてないんですよね。こういう水を出す時ってね、こちらではこれ実って言うんですけどね、ちっといの大きいの、これが一番この水をすくって出す便利ですね。それではボルトの位置を土台に炭していきます。土台はもう落ちておかしいですけど、基本から言ったら土台の裏から炭をします。土台の裏側からドリルで穴を開けるようにします。それが一番理にかなった王道なんですけども、ボルトを最初にまっすぐされてまえばね、上から炭してもそれほどずれるってことはないんですね。そしてこの切りもね、少し太めの21の切りで開けてるんですけどね、上刃からしてもさほどずれるってことはないですね。上刃からすれば楽です。こういう穴プレカットではできんの？これはでけんやろ。この中にもう鉄筋の塊やん。この中にこれを突っ込むやん。だからこの多少高校はでけんかもしれんけどな。高校はでけんね。鉄筋に当たる中の。おかげさんでね、この日はもうだんだん天気良くなりましてね、土台に穴開けるぐらいはもう
本当にいい天気になりました。こうやって見るとね、聖地のおじさんもね、どっか近所のおじさんが孫の森で乳母車を押しとるんかなと思うような感じでね、ナンバープレートを押してるような、なんか錯覚に陥りますよね。土台はこの一箇所に集めてね、ドリルの穴を開けます。これやっぱし一箇所にゴミが固まるってことにね、掃除の時にうんと楽になります。土台を引く前にね、まずこの隅に合わせて基礎パッキンを置いていきます。基礎パッキンもね、気密パッキンと通気パッキンと、2種類になるんですけども、まずは気密パッキンで気密部分を囲います。そしてそれにつなぐようにして普通の通気パッキンを回ってきます。でなかなかね、この頃はアンカーボルトとホールダウンですね、これが多くなってね、ましてこの長期有料住宅になりますとね、耐震3まで持ってってありますからね、アンカーとホールダウンは倍ほどになりますね、数はね。ボルトの数が多くなればね、やはり基礎パッキンに当たる部分が多くなってきます。ですからあちこち変えてやってね、でも基礎パッキンってね、丈夫なもんですよね。もう10トン乗ってもね、全体でいくら持たすって言っても持つもんですよね。強化プラスチックってすごいですよね。こうか。でこれが潰れてゼロになる。では土台を引いていきます。土台は穴さえ開ければ置いていくだけですからね。でもブレーカットで刻んであるのってなかなかこっちからもあっちからもって組むわけにはいかないんですよね。こう1箇所からしか組めないんですよね。せめて2箇所から組んでいけるように刻んでくれてあるとね、捨てる時でもね融通効くんですけど、もう本当に1箇所からの追い回しでインプットされてるんですよね。とにかく融通の効かないのがコンピューターですよね。そのコンピューターにこの対応できないのが初代なんですよね。昔の家はね、一から隅して刻んで、そして土台製できちっとあって、ほんで間違いない。まあ言うと土台がきちっと隅できて合うということは、もうほんで硬化材というか水平の材料は合ってるってことになりますよね。土台を据えてきちっとあって、なんとなく一安心したもんですよね。それが今はコンピューターに対応ができないと言いながらも、コンピューター任せでもう家が刻んでくるんですから、何をしても悪い意味で緊張感がなくなりましたよね。こんなこんなガバガバな。なんかチャッチを一個一個ポロンと落ちるやんけ。最悪やんけそれ。これはええけどいや絶対なんかあるって正解。正解はねって、このついとる部品のこれがただのもんやで。土台が基礎の上に置けたんでね、今度はこの土台を正確に隅通りに止めていきます。土台製でやはり一番気を使うのはボルト締めですよね。ボルト締め一つで家の通りが悪くなります。土台が曲がっていれば壁が曲がります。
建物が曲がります。ですから土台に穴開けてね、火が触れてきて、もうバタバタっとこう最後でバーッとボルト締めていきますよね。そうするとどうしても家の通りが悪くなってしまう。ですから土台のボルト締めだけはね、本当に丁寧に締めてやる必要がありますね。あとはもう大引き入れようが骨台入れようが、きちっとした輪郭でできた中の材料ですから、自然と合ってくれますからね。なんか終わりがすくのそして最後の最後でね、最終確認の通りを見て、そして本締めをしてきます。座がね、締め付け金物もね、熱で膨張したのか、ちょっとこの変形したのかね、ポロポロ取れなくなりましてね、最後でやっと調子が出てきましたよね。調子が出てきて終わるっていうのがどんな仕事でも一緒ですね。これで土台が座りました。こう屋敷が狭いんでね、建物の中に建前の材料を置きます。そして周りに足場してね、建て方をやっていきます。以上、大工翔平でした。